こんばんは、クリミナルです。今回は日本で起きたある事件をご紹介します。その事件は昭和60年代、東海地方で発生した。とある中古車展示場の近くで不審火が発生し、鎮火後、現場から焼死体が発見された。遺体の手首は強く緊縛され、首には細い紐とタオルが巻かれており、刑事はすぐにこれは他殺だと感じた。遺体の傍らには鍵が1本、スニーカー1足、タオル40本、ビニールシート2枚が燃え残っていた。後に被害者は女性と分かり、遺体は腐敗が進行していた。おそらく被害者は別の場所で手にかけられ、現場まで運ばれた後に火をつけられたものとみられた。警察は捜査本部を設置し、捜査員約120人を動員し、捜査に当たった。警察はまず、現場に残されていた鍵を調査した。すると、この鍵を製造した工場が判明し、その鍵が使用されている建物を15カ所にまで絞り込むことができた。さらに鍵の番号から被害者が住んでいたマンションを特定。そのマンションの部屋に住んでいたのは、元風俗店員田中由紀さんと判明した。なお田中さんは遺体発見の6日前から所在が不明となっていた。鑑識が田中さんの部屋を調査すると、部屋には荷物がほとんどなく、部屋全体がきれいに雑巾掛けされており、指紋は検出されなかった。ただ、鑑識が粘り強く採取活動を続けた結果、窓から掌紋が一つ採取できた。そして、その掌紋が田中さんのものだと分かり、この事件の被害者が田中さんであることが確定した。早速警察は田中さんの周辺を調べた。すると彼女には多額の貯金があることが分かり、失踪から3日後に口座から36万円が引き出されていたことが判明。防犯カメラを確認してみると、映像は不鮮明であったが、そこには金を引き出す髪の長い男が映っていた。そして刑事が被害者の実家に赴き、事情を聞いてみると、ある男の名前が浮上した。男の名は久田茂雄。彼は端正な顔立ちで歌手の沢田研二に似ていた。そんな彼は高校の美術教師だった。そして被害者の田中さんは彼の教え子であった。刑事が聞き込みを続けた結果、二人の関係性が見えてきた。高校生時代の田中さんは久田と親密な関係にあった。その関係は卒業後一旦途絶えたが、田中さんは母親にこんな手紙を送っていた。1年半ぶりに久田先生に会った。ホテルの喫茶店で話してまた会う約束をして別れた。また田中さんは友人にこう話していた。私の彼氏は38歳で沢田研二に、車はジープに乗っているのよ。実際に久田はベンツとジープを乗り分けており、リッチな生活を送っていた。また、捜査が進むにつれ、久田のジープから田中さんが降りる姿を見たという目撃証言が出てきたことで、警察は久田を有力な容疑者としてマークした。すると久田は田中さんが住んでいたマンションの上階に自身の名義で部屋を借りていたことが分かった。そしてその部屋には元看護師松田静子さんが住んでいた。実はこの松田さんも久田の教え子であり、田中さんの一つ下の後輩である。また、現場で発見されたタオルは、以前、松田さんが住んでいた家の近くにある神社で配布していたものだと判明。さらに、重要な目撃証言が出た。目撃者によると、遺体発見現場で火の手が上がった際、その近くに若い小柄な女性が立っていた。私はただの焚き火だと思ってそのまま通り過ぎたが、そこから数十メートル離れたところにジープが止まっており、運転席には人が乗っていた。任意同行に応じた久田は容疑を否認していたが、取り調べにおいていくつもの矛盾点を突かれた。すると突然泣き崩れ自供を始めた。久田は家族を持ちながら田中さんと不倫をしていた。そのうち田中さんが性病にかかってしまい、彼女はおかしくなった。田中さんは私に、私の両手を縛って口にタオルを押し込んでほしい。そう言われたので、やってしまった。と供述した。しかしそれは虚偽の供述だった。
田中さんが19歳の時、偶然久田と再会した。その際久田は、君は男に騙されやすいから心配だ。何かあったらいつでも連絡してきなさい。と話した。その後連絡を取り合うようになった二人。ある日田中さんがこんな愚痴をこぼした。給料が安くてちっともお金がたまらない。すると久田は、じゃあ風俗で働くしかない。とアドバイスした。その言葉を真に受けた田中さんは風俗店で働き始めた。久田に対し全幅の信頼を寄せていた田中さんは、給料の半分を久田に渡し、代わりに貯金してもらっていた。ただ久田は預かった金を車購入の頭金に使ったり、他の女性との遊興費に充てていた。そのうち田中さんは預けたお金が勝手に使われていることや、久田が他の女性と遊んでいることに気づいた。怒った田中さんは久田にこう告げた。私のお金を使って他の女と遊んでいるんでしょう。ねえ、私と一緒に東京に行かない？私がお金を稼ぐからあなたは働かなくていい。ただ、久田が返事を渋ると田中さんはこう話した。じゃあ、奥さんに全てばらしてやる。校長や近所の人にも言いふらしてやる。あんたが風俗嬢の紐だっていうことをね。追い込まれた久田は、使い込んだ金は全て返すから、それだけはやめてくれと懇願した。しかし田中さんは聞く耳を持たず、家族を捨てて自分と一緒になることを迫った。すると久田は、田中さんを手にかける決断をした。ある土曜日の晩、久田は田中さんを呼び出した。そして田中さんに痩せ薬だと偽って睡眠薬を飲ませた。そして田中さんを車に乗せ、金槌で頭部を殴打し、紐で首を絞め、あらかじめ用意していた木箱に衣類や大量のタオルと一緒に田中さんを押し込んだ。まだ息をしていた田中さんは助けてと声を発したが、それを久田は無視して木箱に蓋をした。その後、勤務先の学校の美術室に行き、部屋の奥に木箱を隠した。それから3時間後、久田が様子を確認しに行くと、田中さんは息を引き取っていた。その後久田は田中さんの部屋に行き、指紋を拭き取り、家財道具を上階の松田さんの部屋へ移動させた。田中さんが夜逃げしたと見せかけるためだ。それから2日後、遺体を処理しようと思い、木箱に近づくと、強烈な異臭がした。すでに腐敗が始まっていたのだ。すると久田は、臭くて無理だ、手伝ってくれ、と言って松田さんに泣きついた。こうして松田さんは犯行に加担させられたのである。その後の調べで、久田は別の教え子にも手を出していたことが発覚。デッサンのモデルという口実で教え子のヌード写真を撮影、そしてそれをもとに恐喝をしていたのだ。被害者の中には数千万円を要求された女性もおり、お金がないと言うと風俗で働けと言われたそうだ。ちなみに久田は松田さんも金づるにしようとしており、彼女にこう話していた。いずれ警察が俺のところに来るかもしれないけど、証拠がないから大丈夫だ。お前は安心して風俗で働け。妻子がありながら教え子を恐喝し愛人にしていた久田茂雄。久田は教え子たちに対し風俗店で働くことを勧め、さらにその給料を勝手に使い込んでいました。こうした不倫を繰り返すタイプの人間はセンセーションシーキングが強いと言います。センセーションシーキングとは刺激的なことを常に探し続ける性質のことで、気が変わりやすく軽はずみな行動によって周りに迷惑をかけることが分かっていても欲望のままに突っ走ってしまいます。つまり刺激を求めて不倫をしますが、飽きが早いのでまた別の女性に手を出すのです。久田の場合、教え子を騙してヌード写真を撮影し、それを元に恐喝をしていたので、さらに立ちが悪いです。おそらく久田は田中さんと遊ぶことに飽き、二人目の愛人、松田さんと親密な関係になったことで、田中さんのことを金づると考えるようになったのでしょう。そしてまた別の教え子に手を出し、今度は松田さんを風俗店で働かせようとしていました。
教師という職に就きながら教え子に手を出し、恐喝し、金を引っ張っていた久田。田中さんを殺め、松田さんに犯行を手伝わせた久田は逮捕されましたが、参考文献には彼に下った具体的な刑罰は記されていませんでした。ただおそらくは厳罰が下ったことでしょう。被害に遭った彼の教え子たちは危機意識や判断能力がまだ低かったのかもしれませんが、まさか自分の先生に恐喝されるとは夢にも思っていなかったことでしょう。現代においても危機意識、判断能力が低い10代や20代の女性が自らの卑猥な写真を送ってしまい、それをもとに脅迫される事案が多数起きています。また、元交際相手によるリベンジポルノの問題も発生しています。交際相手の心が未熟で、後に別れてしまった場合、恨みを持った相手に写真や動画を拡散されてしまう恐れがあります。恨みは弱者の感情とされており、その場で反論できなかったり、正々堂々とした行動を取れない者が、負の感情を溜め込み、自分にできる制裁方法を探します。それが復讐です。その結果、心が未熟な元交際相手がストーカーになったり、リベンジポルノに及ぶのです。一番大事なのは、自らの卑猥な写真を他人に送らない、または交際相手に卑猥な写真や動画を撮影させないことが大事です。もし自分の卑猥な写真や動画をもとにネットに拡散するなどと言われ、脅されたとしたら、それは脅迫罪が成立し、金銭を要求されたら恐喝罪が成立します。センシティブな問題なので話しづらいことだと思いますが、もしそういった被害に遭っている方がおられましたら、勇気を振り絞って相談することが大事です。そのまま相手の言いなりになってしまうと、ドツボにはまってしまいます。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。